Are you ready for the blind blade of justice? Step into the world of Zatoichi, where the legendary Shintaro Katsu redefines the art of the sword. With a steel blade hidden in a cane, an epic journey begins. Sit back and witness the legend.なに、あいつら俺の息の根止めるはずはねえんだ。ちょいと訳ありでね。それにしてもあんまさん、大した凄腕だね。おめえさんひょっとすると。魚は今焼いておりますから。遠慮なく。袖すりをもなんてやらってな。おめえさんこれからどこへ行きなさるのか知らねえが、俺は甲州路を下って石川までだ。音も願いてねえ。迷惑なのは百も承知だ。承知だが、おめえさん俺を助けてくれたらいいことがあるぜ。どんないいことかってことはこれからおいおい話してやる。ちゃんと分かってるんだ。砂糖のいつ、砂糖いつ、そうだろ。俺だって堅気じゃねえからピンときたんだ。おめえさんみてえな人に巡り合うか俺にもまだ運があるってわけだ。俺の名前は森助。仕事は何だと思う？
なんだと思う？福の神。どうして？目が見えねえから、まあそんな感がするんでしょうね。なるほど。大したもんだ。その通りだ。これでも昔ははやてとかなんとか言われて鳴らしたもんだ。あちこち諸国を股にかけて稼ぎまくって酒と女、この上なしのその日暮らしだったよ。だがもういけねえ。もう年だ。どうにもいけねえ。すっかり弱気になっちまってたった一人の娘恋しやこうやってよぼよぼと出かける道すがらよ。その娘さんってのは伊沢にいなさるんで。ああ、今さら親だ娘だって言えた義理じゃねえやね。ほったらかしていくんだろうな。ああ、恥ずかしいがないさ。女郎勤めまでしたらしい娘の身の上をやっと今頃になって知ったってわけだ。恥ずかしいったらねえや。今そういうその娘さんに会いなさるのにはどっちで会うの？福の神で会うのか、それともこっちで会うのか。福の神よ、2000両手土産にな。2000両。触ってみえなおい。なんですこれ。隠し場所が消えてあるんだよ、2000両の。この中に。こいつはな、娘のところへ届けてくれりゃありがてえんだよ。いや伊沢のな、伊沢の山道で茶店出してるオスが、これが娘の名前なんだよ。それは分かりますけど、それは私が持ってるから、やっぱとっつぁん持ってるそれじゃいやかの。いや、やったらもうそんなものは私が持ってて、もうまさかのことがあったらお前だ、これは。じゃあ伊沢まで一緒に行ってくれるかい。それはじゃあまあそばに行こう。しょうがない。よし。やっと福の神ご従来ってとこでございますね。やっぱり嬉しそうだね。嬉しくもねえけどさ、女房孝行ができなかった代わりにせめて娘孝行でもしてやりてえと思ってね。それじゃなんだね。もう娘さんところ行ったらこれから先はずっとそこで隠居する機会。俺はおめえ荷物しょってるからな。置くもの置いたら入っちゃいってんだ。とっつぁん。とっつぁん。とっつぁん。
女房孝行ができなかった代わりにせめて娘孝行でもしてやりてえと思ってね。俺はお前荷物を背負ってるからな。置くものを置いたら腹入っちゃいってね。お待ちどうさまでした。あ、わらじ取り替えましょうか。お願いします。さあ、お前さん、わらじを。はい。おいでなさい。あっという間の出来事でなんて申し上げていいか。これは森助さんの懐の中に入ってたもんでございますけども。どうぞお茶です。あ、どうもすいません。はい、こんなに。ひょんなことから森助さんと道連れになりまして、道中ちょっとした身の上話は聞かせてはもらったんですけども。一月ばかり前に思いがけず頼りが飛び込んできまして、お前の居所を知ったのできっと会いに行くからって、それからずっとこれがお父っつぁんと楽しみにしていたんですがね。森助さんも始終娘はおかみさんは暮らしがどうなってるかってことを気にしておいでございましてね。でもこうやって伺ってお二人の様子を本当にいいお暮らしをなさってらっしゃるんで、私もほっといたしました。以前は私もバカな真似ばっかりやっておりましたが、今はこれのおかげで静かに暮らしております。ああ、そりゃ静かに暮らすのはもう何よりでございます。ごちそうさまでございました。じゃあ私はこれで本当に。あ、今晩ゆっくりしてってくださいな。お父っつぁんの詳しい話も聞きたいし。詳しいって言って私はあんまり。私本当のこと言うと、お父っつぁんって言っても生まれた時から顔も知らないんです。だからお父っつぁんがどこでどんなことしてきたか、あんまさんの知ってる限り話してくださいな。あんまさん、一晩だけでもここで泊まって旅の疲れを取っていってくださいな。それじゃないとこれの気持ちがなあ。以前は私もバカな真似ばっかりやっておりましたが、今はこれのおかげで静かに暮らしております。お茶を。からどうもすいません。前さんちょっと。なんだ。お前さん、あの甘さん様子がおかしいよ。杖の中が光った。杖の中が光った。刀みたい。
込みか。お前さん、あんまさん、お父っつぁんと何か関わり合いがあったんじゃないかしら。どんな？わからない。すみません、声を置いときますから。どうもありがとうございました。またお帰りにでもどうぞ。お気をつけて。大丈夫ですか。はい。どうぞ。お元気で。置いとくよ。ありありがとうございました。ちょいっぱいくんな。いらっしゃいませ。おかみさん景気良さそうじゃねえか。おかげさまでなんとか。だが店畳んじまうんだって。思わぬ大金が転がり込んだって聞いたが。これはすまねえ。こいつはとんだ俺の早とちりだったようだな。おい、いつまで食べてんだ？ねえお前さん、さっきのお客さんの言ったことだけど、他の人と間違えたんだろ。それにしてもねえお前さん、お父っつぁんの手紙の中に一生食いっぱぐれないくらいのお金を持って訪ねていくって書いてあったでしょ。それにしちゃ10両っておかしくないかい？だったらあのあんまさんがそれだったらわざわざここまで来やしないよ。きっとそうだ。あのあんまがお父っつぁんを殺して大金を奪った。もしそうだとしたらお父っつぁんの敵だ。このままほっとくわけにいかないよ。そうだろう。どうした？やってろ金くれ。二手になんぞ乗るんじゃねえぞ。いいか。
なあオスがもう家へ帰ろう。その方がいい。諦められるのお前さん。見つからないのは親父さんがあの世で探すなって言ってんだきっと。変な理屈つけて。帰った方が無難だぜオスが。お父っつぁんを殺したやつなんだ。大金を踏んだくって。そいつはこっちが勝手に思い込んでるだけのことだ。そういう人を悪くばかり疑っちゃいけねえよ。諦めないよ私。金が欲しいのか。帰りたいならお前さん先に帰れば。お前のためを思って言ってるんだ。その旅のあんまってのはお前さん方の何かね。いやいいんだ。しばらくだな宇之助さん。昔の仲間だ。女房だ。オスがって。これを初に岩次郎と申します。こんなのがいりゃ足を洗うのはもっともだ。なんだい仲良く身の見舞えるかい。そんなのんきな話じゃね実はな聞いちまったんだよみんな。え。何を。殺されたとか大金とか。昔のよしみで一肌脱ごうじゃねえか。宇之助さん。それには及ばねえよ。ところがこっちは及ぶんだ。分かってるよ。俺は邪魔なことは。親父もう一本冷やでいいよ。はい。そのうち俺が邪魔でなくなるぜ。森助じじいなんていう盗っ人の慣れな手が生涯かけて溜め込んだでっけえ金をどこかの山に隠してある。まあそんな話はどうだい。面白かねえかい。お前誰からそんな話聞いたんだ。地獄耳だ。悪事千里ってやつよ。へい。もっともそのじじいがおめえの親父だってことはたった今見当つけたばかりだがね。本当の話か。その大金ってのは。とぼけなさんなよ。知ってるくせに。だけど50や100の金でそう騒ぎ立てるのはみっともないじゃないか。50や100だと。
僕する気なかったんだ。あいつらに男だったらやってみろって育てられて。どうだ、男になった気持ちや。いい気持ちか。男なら一回や二回やおだてられてしなくちゃならねえこともあるがこれから先もおだてられたらあんなことする気か。いや、一生しない。父の匂いがする。ヤギの父。ヤギ。ありがとうよ。飲みな。昔のよしみとかなんとか言いやがってでけえ金が見つかった途端年を抜くのはちゃんと読めてんだ。お前さん。なんだね、宇之助さん。なんでもないよ。独り言言うようになってろくなことはねえぞ。くすぶってることがあんなら腹ぶちまけちまいな。すっとするぜ。じゃあ言ってやろう。いくら食らいついてきたってダメだ。親父の残した金がいくらあろうとそいつはおすがのもんだし、第一そんな金を手に入れるつもりはねえんだ。一体何の言われがあって。まあそうかっかすんなよ。いや昔からそういう男だ。朝鮮人の風上にも受けねえ汚え真似しやがって。金のためならてめえの袋だって殺しちまうんだろ。なんだと？そいつはちっと言い過ぎじゃねえか。どうだい大したことも知らないくせに知ったかぶりしやがって。そうだよ。どこまで本当のこと知ってんのかね。気の毒にあんたの親父さんが殺されたことについてはよ、よくは知らねえが多分座頭市の野郎がやったんだと思うぜ。金は2000両、いや3000両かもしれん。座頭市、かまいたち、それにおめえさん方、三つどもえになっての命がけだ。どっちにしろ俺の助けが得るぜ、おかみさん。よく言った。それだけ聞きゃ十分だ。もうてめえには用はねえんだよ。なんだと？お前さんやめとくれ。誰か連れたもんじゃねえや。今日でやろう。いい加減におしよう二人とも。やめとくれ。
おめえたちは命の恩人だ。礼を言うならうちの人にだけ言って。俺と組まねえか、おかみさん。お前さん、ありがとよ。この森を抜けていくと早そうだ。企みやがったな。案の定だ。何が案の定だよ。こんなところへ連れ込んだのは俺を殺して犬みたいに埋めた上でおつらを手込めにしようってんだろう。大層頭が働くな。そいつはな、よく聞け。てめえの心がてめえの鏡に映ってんだ。俺ばっかり悪党呼ばれしやがって、そういうおめえはどうなんだ。ここへ来る道筋、この森の中で俺を殺したくはならなかったか。お前さんどうだね。そういう気は起きなかったかね。ズバリだ。うるせえ。うるさかねえんだよ。少しは大人になりな。誰だってそうなんだ。この悪党大名人の岩次郎様も仇になったのなんだの盗賊おめえたちも、つまりや同じ無地なさ。3両5両だてとお上品に振る舞ってられるが、3000両だ5000両だとなりゃ話は別だよな。何に。まあ待ちなよ。何もことさら毒づくつもりはねえし、おめえを殺そうなんて思ったことは一度だってありゃしねえよ。金を独り占めしようにも言ってどうやって。相手は座頭市だぜ。それが本当ならてめえの落とすをこっちへよこせ。ほら。冗談だよ。冗談だよ。おめえがどんな顔するか見たかっただけだよ。お
坊やかい。いつまで黙ってんのさ。目が見えないからってまさか口まで聞けなくなったわけじゃないでしょ。あんたがお父さんをやったってことはちゃんと分かってるんだ。おい、殺したんなら殺した、殺してねえんなら殺してねえって、それだけでも言ったらどうだい。お父っつぁんはね、私のために何千両ってお金を残してくれたってことはちゃんと分かってるんだ。それをあんた独り占めしよったってそんな。第一、おめえさんだけで使い切れる金じゃねえよ。そりゃそうだよ。何も私たちはね、あんたみたいに独り占めしようって言ってるんじゃないんだよ。お金が出てきたらあんたにも分けてあげようってそう言ってるんだ。それをたかが10両ぐらいでごまかしやがって。どういうつもりなんだい。殺す気かい。冗談じゃないよ。私たちはね、お父さんと違うんだ。そんな仕込みで殺せるもんだったら殺してごらんよ。おい一、その腕じゃどうしようもねえだろ。おめえの持ってるものこっちよこしな。お前さん。誰もいねえな。
森助さんの思ってたやつだ。私たちはもうそんなものいりません。お前様のおかげさまでもっと大事なものをもらいました。でもこの中には2000両埋めてある場所が書いてあるとか言ってなすった。2000両だろうが2文だろうが、もう私たちはいらない。じゃあこいつはちょっと義理のあるやつがいるんだが、そいつにやっちまってもいいかね。どうぞ。そいつならきっと喜ぶだろうぜ。それ、2000両の食い物だ。うめえか。お達者で。いっつぁんもお達者で。惚れ惚れとするいい女房とささやかな少しの幸せ。かつて一に指を切られた鉄砲蜂という暴れ者、今は平和な日々に生きていた。だが忍び寄る不治の病と悪の誘惑、一の仕込みが不幸せを切った。次回「死ぬ座頭一祭り林に風車」にご期待ください。